こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米市場連休明け、注目されてましたけども、各ファンドから流出が見られます。市場全体の下落とリスクオフに関しては、この後の指標のところでまたやりますけれども、ETF も他市場と同じくですね、下落、流出が見られますね。で、現時点では全体でマイナス 2.8 億ドル相当と。で、このままだと過去3番目に大きい流出となりますね。で、イーサの方も全体でマイナス 0.47 億ドルと、こちらもこのままだと過去5番目くらいの流出となります。一方、香港の方もビットコイン、イーサともにゼロを記録してますね。あと、オンチェーンの方では、ワズイル X のハッカーがトルネードキャッシュに合計2600イーサ、650万ドル相当を送金してまして、資金洗浄しているのが確認されてます。で、これ単体の売り圧もそうですけども、ワズイル X 自体もですね、2.3 億ドルほどハッキングされて、ユーザー保証も結局全額返金できないんじゃないかみたいな話も出てますんで、ワズイル X ショックも警戒されている状況なのかなと思いますね。現在のハッカーのアドレスは 1.5 億ドル相当保持となってますけども、これらの動きにも注目ですね。あとは DeFi 市場の生産額も注目されてますね。8月のレンディングの生産額を見るとですね、4.3 億ドル相当となってまして、2021年の5月の 6.7 億ドル相当に次ぐ過去2番目に大きい生産となってます。イーサの下落から担保割れを起こして生産が走ったことが主な要因とされてますね。オンチェーンの方も暗い話題が並んでます。ビットコインの価格は現在 56,700 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米製造業 PMI、8月の確保値が予想の 48.1% に対して結果が 47.9% と、ISM 製造業景気指数が予想の 47.5 に対して結果が 47.2 と、どちらも予想を下回ってまして、また米景気悪化示唆、米ドル安、米金利下落要因となっています。で、また日銀の植田総裁が再度利上げの意向を表明したことから、これも円高要因となってまして、ドル円も落ちてますね。で、全体的にリスクオフ傾向となってまして、ナスダックはマイナス 3.1%、SP500 やダウ平均など、各指数も軒並み下がってますね。米国債金利は 3.833 を推移しておりまして、ナスダックが 18,958、S&P500 が 5,513、ダウ平均が 4936、金ゴールドが2,493ドル、日経平均が 37,380 円、ドル円が 145.38 円となっています。個別株の方では NVIDIA の急落が話題になってまして、1日でマイナス 9.5% の下落となっています。時価総額で換算すると、マイナス 2,790 億ドル、個別株では米市場最大の下落ということで注目されてますね。AI 銘柄もそうですけども、仮想通貨関連株もマイクロストラテジーやマラソンデジタルも7から 8% ほどの下落となってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 4.61%、額としては291億ドル相当と、生産は特に目立ってないですね。比率としては全体ではショートが 51.7%、バイナスミはロングが 71.2% と上入りになってます。取引所単体では、ビットフィニックスのロングポジションが積み上がっているのが注目されてますね。今後の指標としては、本日9月4日に米上列求人件数、7月の米貿易収支、米耐久財受注、9月5日にマレーシアの政策金利、米 ADP 雇用者数、米非製造業 PMI、ISM 非製造業景気指数、9月6日に米雇用統計8月、ユーロ実質 GDP 第2四半期確保値などが控えています。他各アナリストの見解ではですね、QCP キャピタルが短期的な下落の後、10月にビットコイン急騰する可能性があるとかですね、ビットフェネックスが9月の米利下げで上昇する可能性あるけども、米景気後退懸念でまた下がるかもというような見解が出てますね。で、昨日から米市場が9月初会場となりまして、9月の下落アノマリーなど注目されてましたけども、結果的には指標や要人発言の後押しもあってですね、市場はリスクオフ傾向と、見事に下落スタートとなってます。で、この後も6日にですね、米雇用統計、10日に大統領選のテレビ討論会、11日に米 CPI、17日から18日に FOMC と、重要指標が続いてます。で、仮想通貨市場単体で期待できるとしたらですね、大統領選のテレビ討論会くらいですかね。ただ、トランプ氏のファンダも
だいぶ弱くなってきてるんで、これも過度な期待はできなそうですね。で、ビットコインのチャートだけ見たら、右肩下がりの印象ありますけども、何度か耐えてる56,000の底はまだ維持してるんですよね。で、ここを下へ抜けるとなると、また52,000コースも見えてきますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。10日のテレビ討論会前に、6日に米雇用時ありますんで、大きく動くとしたらそこですね。本日も日本時間9時半にですね、米貿易収支、11時に米上列求人件数、米耐久財受注確保値、米製造業新規受注などが控えてます。それらの結果ですね、その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2360ドル、BTC 建ては 0.0417 と、先物の方では、OI は全体でマイナス 4.48%、額としては102億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.6%、バイナンスミはロングが 76.0% と下寄りになっています。BTC 建ては昨日上がってましたけども、先ほどお伝えしたオンチェーンのワズイル X の件とかですね、DeFi の生産の件など、すべてイーサ関連ですし、プラスファンドも特にないんで、イーサが先導して下がってる印象がありますね。下落幅もマイナス 4.4% と、アルトと同じくらいの下げ幅になってます。やはりこちらちょっと厳しいのかなと思いますね。ドル当てではギリギリ2400の攻防で耐えてますけども、ここを下抜けするとなると、今年2月の底、2200あたりまで見えてくる形になってますね。イーサの逆転があるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプ氏の息子たちが立ち上げたプロジェクト、ワールドリバティフィナンシャル、旧 The Defiant Ones の話題をですね、このチャンネルでも何度か取り上げてましたけども、そのワールドリバティフィナンシャルの運営が現在問題視されています。で、このワールドリバティフィナンシャルのホワイトペーパーが一部で流出してるらしいんですけども、そこに記載されているチームメンバーを見るとですね、最近ハッキングで200万ドルを流出したドーファイナンスのメンバーが名を連ねてると。で、しかも UI もドーファイナンスにめちゃくちゃ似てると。で、さらにメンバーにナンパし YouTuber みたいな人もいると。ここにお金預けて大丈夫なのかみたいな話になってしまってるんですよね。このワールドリバティフィナンシャルはですね、すでにトークン発行まで話が進んでるみたいなんですけども、急に暗雲立ち込めるような展開になってしまってます。大統領選予測も未だトランプ氏若干リードとなってますけども、テレビ討論会までどのように動くのか注目ですね。あと他では SEC 委員のマーク・ティ・ウェダ氏がデジタル資産証券用の S1 フォームを作成する必要があると訴えたこと、SEC が FTX ショックで破綻したガロイズキャピタルに対して投資家への説明を怠ったとして告訴、すでに和解したこと、CFTC がポンジ運営をしていた個人から1800万ドル相当の仮想通貨を押収したこと、スコットランドが強盗犯から14万ドル相当のビットコインを押収したこと、FBI が北朝鮮のハッカーは Web3 関連の社員を狙って攻撃していると注意喚起したことなどが話題になってますね。こちらもどちらかというと暗い話題が多いのかなと思います。あとここからはアルト関連になります。ソラナのトランザクション数が激減しているのが注目されてますね。これまでパンプファンなどでソラナチェーン上で誰もがミームを生成できるようになって、ソラナのトランザクション数が爆上がってましたけども、そのムーブもすでにしぼんでまして、一番盛り上がってた7月のトランザクション数は13億件となってるんですけども、8月は 4.8 億件と、約3分の1までしぼんでます。長期で見ると、去年の10月あたりと同じ水準になってるんで、約1年前に全盲している展開になってますね。あと、ソラナ関連では、バイナンスがソラナのステーキングトークン、BN ソロの詳細を近日公開予定と発表してますね。ソラナの価格は現在128ドル、BTC 建てはマイナス 2.8%、時価総価は5位ですね。基本オンチェーンが盛り下がると、価格も下がる傾向にありますけども、ここで耐えられるのか注目となってます。あとはリップルが XRP レジャーにイーサ交換のスマートコントラクトを統合することを発表しています。ラップされた XRP、EXLP をサイドチェーンのトークンとして採用して、アクセラーブリッジを使用して各チェーンに転送すると。これによって既存 DEX へのサービス拡大、トークン発行の拡張を目指すとのことです。XRP の価格は現在 0.54 ドル、BTC 建てはプラス 0.9%、時価総額は7位ですね。BTC 建てで見ると比較的強くなってますが、ここから反転できるのか注目ですね。あとはマティックのポルトークンへの転換が
本日開始となります。結構前から告知されてましたけども、今回待望のリブランド、転換ということで注目されてますね。で、以前のマティックトークンは、アップデートキーというものが意図的にバーンされてて、トークンの仕様を変更できない状態だったんですけども、今回ポルトークンに移行したことで変更が加えられるようになったと、よく言えば進化できるようになったということで、今後の展開が注目されています。マティックの価格現在 0.38 ドル、BTC 建てはマイナス 0.9%、時価総額は28ですね。昔から見てる私とかは、上位からかなり落ちたなという印象ですけども、今回の移行でまた反転できるのか注目ですね。あとは ZK シンクを開発したメータラブスが従業員の約 16% を解雇しています。メータラブスの CEO、アレックスはですね、当社のニーズと人材の役割が合致していなかったと、もっともらしいコメントを残してるんですけども、ZK シンクエラーのトランザクション推移を見るとですね、ここ1年くらい他よりも高い水準をキープしてるんですけど、最近では他と同水準、またそれ以下を推移してまして、単純に需要の低下による解雇なんじゃないかと見られています。最近 X の方でもですね、ZK 選挙厳しそうだみたいな投稿もタイムラインに流れてきてましたね。ZK 選挙の価格現在 0.095 ドル、BTC 建てはマイナス 6.1%、時価総額は162ですね。下げ幅も比較的大きくなってます。同社ね、エアドル期待で注目されてましたけども、これもここから逆転できるのか注目ですね。あとは DeFi のペンピーが2700万ドル相当のハッキング被害を報告してます。抜かれたのはステークされたイーサー、SUSD、USDC などとされてます。ペンドルはですね、ペンピーにセキュリティ上に脆弱性があることが判明しましたと、予防措置として当社すべての契約を一時的に停止し、ペンピーチームと緊密に連絡を取り合い、問題をできるだけ迅速に解決できるよう積極的に支援してまいりますと声明を出しています。ペンピーのトークンはマイナス 38% と暴落してますね。これも復活できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では AI 系のフロック IO がイーサ財団から助成金を受け取ったこと、セキュリティ系のハイパーネイティブが1600万ドル調達、クワイネットワークが新たに500万ドル調達、送金支援プラットフォームと呼ばれているクレディットが225万ドル調達、ミームのローンチパッド、パーレイラブスが200万ドル調達、インフラ系のクレステルがテストネットリリースを発表しています。これは今後にも注目ですね。今日はこの高いですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。